ぐちおのノマド旅チャンネルへようこそ。鈍行列車とバスだけの北海道旅。第18話は帯広から入母岬へ、広尾町経由でバス移動。風速25メートルを体感。海の幸も半端ねえぞ。さあ今回はどんなノマド旅になったのか、それでは全貌をご覧ください。おはようございます。現在9時1分ですね。今日も快適なスタートです。今日の朝は昨日六花亭で購入したバターサンド、バターケーキ、そして大平原というケーキみたいなやつですかね。そしてコーヒーをいただきます。バターケーキは間にチョコレートの層があります。うまい。3泊滞在した帯広ともここでおさらばします。現在の気温33度。暑っ。昨日も乗車したこちらの広尾駅バスで今日は広尾まで向かいます。帯広から2時間ちょっとかけて、こちら広尾到着しました。広尾でバスの乗り換えをします。14時発様に営業所前行きで、入母岬まで行きます。2時間ぐらい時間があるんで、広尾の街を散策しましょうか。広尾のバス停はかなりコンパクトな作りですね。広尾バス停のトイレ、すごく綺麗です。残念ながらロッカーなさそうですね。重い荷物背負って歩きましょう。なんかあっちの方からすごいサイレンの音が聞こえますね。なんだろう。広尾のバス停の近くに鉄道記念公園という公園がありますね。昔ここに、広尾線が通ってたみたいですね。歴史を感じる鉄道遺構。鉄道公園の横はパークゴルフの競技場になってるみたいですね。とりあえずこちらのバス停前の大通りを歩いて街中の方に出ます。海の方もおそらくこっちの方ですね。歩いてたら十勝神社という立派そうな神社にたどり着きました。こちらちょっと見てみましょうか。木造の立派な神社ですね。疫病退散、そして世界平和。もう僕はこの 1,2 年これしか祈ってないです。まさにパワースポットって感じがたまらなくいいですね。心が浄化される、そんな気持ちです。広尾の街は結構閑散としてますね。歩いてる人全然見かけないです。特に行くところもないので、広尾の町役場に来てみました。レンガの立派な建物。広尾町って実はサンタクロースの街で有名なんですよね。街中にはサンタにちなんだイラストやモニュメントが割とあったりします。広尾の漁港に来てみました。こちらで取った魚は帯広とか、そういった地域に輸送されるみたいです。次のバスまであと1時間ぐらいですね。バス停の方に戻りつつご飯にしたいと思います。ここに来て
ひたすらの坂道、結構きつい。バス停の近くには広尾郵便局もありますね。広尾郵便局はサンタ仕様。郵便局近くのこちら、食堂かすりで昼飯食べます。醤油とんかつ麺というギルティーなラーメンをいただきます。スープうまいな。午後のためのカロリー補給完了。いや、なかなかヘビーなラーメンでした。ご飯食べ終わりました。バスまであと15分ぐらいですね。いや、さっきまで曇ってたんですけど、ご飯食べてる間に結構晴れてきました。暑いです。こちらの JR 北海道バス様に営業所行きで襟裳岬向かいます。襟裳岬の方に来るとまた景色が変わってきました。襟裳岬の街にやってきました。襟裳岬に到着しました。14時57分着のバスで来ました。次ですね、18時2分のバスですね。3時間ぐらい時間あるので、じっくり襟裳岬観光できそうです。バス停へ到着して、まず目に入ったのがこちらの襟裳岬観光センター。ちょっと中入りましょうか。続いてこちらの風の館に行ってみます。今日は全然風がないんですけど、襟裳岬は風がとても強いことで有名みたいですね。風の館は大人1人300円。襟裳岬上空から見るとこのようになっているようです。風の館、中は博物館になってますね。襟裳岬は日本最大の銭形アザラシの生息地。こちらでアザラシウォッチングもできるみたいですね。このようにズームもできます。ポイントも変えられますね。今日はアザラシいるかな。アザラシがいるかどうかはちょっとわかんないですね。こちらは風の館の2階。アザラシをこちらの望遠鏡で望むことができます。こちら襟裳風体験ということで風速25メートルの体験ができるみたいですね。風が強い。すごい。風の館だけで1時間いちゃいましたね。こちらが襟裳岬の灯台です。こちらに襟裳岬の看板がありますね。こちらが襟裳岬です。景色やっば。今日は晴れて風もほとんどないので、天気にはとても恵まれたと思います。いやー、それにしても素晴らしい景色。はるばる来た甲斐があった。これはこちらから襟裳岬の突端まで行けるようですね。岬荘という旅館もありますが、運営はしてるんですかね。どうなんだろう。おお、
末端からの景色もなかなかに素晴らしそうな気がします。それにしてもほとんど風がないのに、この波です。風が強い日は一体どれほどのしけになるんですかね。想像もつかないですね。谷がすごいですね。火曜サスペンスに出てきそうな場所です。襟裳岬の突端に着きました。やはりこちらも素晴らしい眺めでした。すごい。あちらの奥にアザラシが生息しているみたいですけど、肉眼だとちょっとよくわかんないですね。鳥はたくさんいますけど、一応本当の突端はあちらの奥ですかね。行ってみますか。襟裳岬の末端中の末端にやってきました。鳥がいる。アザラシが普段生息している岩を間近に見ることができます。ですが今日はアザラシは近場にはいないみたいですね。どうやらあちらの奥の方にいるみたいなんですけど、肉眼だとちょっとよくわかんないです。天気はいいけど、アザラシ見れなかったのは残念ですね。天気もちょっと悪くなってきたかな。あの奥の方曇ってますね。いや、それにしても本当に素晴らしい景色。襟裳岬マジで来てよかった。いや、こちらものすごい断崖絶壁ですね。足元には本当に注意した方がいいです。岬の突端には鳥居と記念碑のようなものもあります。こちらの砂利は昆布を干すのに使っている場所なんだそうです。おそらくこの紐の奥は入っちゃダメですよという、そういうものだと思います。帰り道なかなかにしんどい。さっきまで晴れてたんですけど、急に曇ってきて薄暗くなってきましたね。バスまであと1時間ぐらいあるんで、こちらの観光センターで休憩します。ビールと迷ったけど今回はアイスコーヒー飲みます。観光センターは6時で閉まるので、あとはこちらのバス停で待ちたいと思います。あとバスまで10分ぐらいですね。もう日は傾いて気温も下がってきたので、外で待ってても全然苦じゃないです。ちなみに反対方向の広尾行きは15時10分が最終便のようですね。それにしてもバスで襟裳岬来る人は相当少ないと思います。この時間になるとほとんど車もないですね。バスはちょっと遅れてるみたいですね。路線バスじゃなくて高速バスのような大きめのバスが来ました。襟裳岬からこちらの新栄バス停到着しました。バス停すぐ横の田中旅館、こちらに今日は宿泊します。こちらが田中旅館の客室。なかなかに綺麗です。今回は洋室にしました。1泊6200円ですね。いい感じにお腹も空いてきたんで、飯食いに行きます。こちらのイサミ寿司で海鮮をいただきます。本日1杯目、札幌クラシック。お通しにマグロのユッケが出てきました。せっかくなので海鮮をいろいろ楽しめる上ちらし注文。味噌汁付き。本マグロ、ハマチ、大トロ、サーモン、つぶ貝、イクラ、ウニ、数の子、卵、ホタテ、ボタンエビ、そしてズワイガニ。
休日でそれ朝あ、うめえ。だったら寄ってなかったの見せるそれやばいそれはやばいWBCT が行きます行きますそのお土産なの？そうなの？ビールのお釣りは地元の日本酒えりも岬をいただきます。余ったら持ち帰れるので瓶で注文しました。下げてもらっていいんで日本酒も来たんでそろそろ大トロいっちゃいましょう。いやー、それにしても美しいピンク色。うまいねちょっと邪道かもしれませんが、最後は丼に醤油をかけてそのままいただきます。小学校にその日にさ近いかった多分自分の農家なんでね。いや、癖だからね。うわー。いや、安全な片玉で小学校に行って、もう同期がいてさ、もうみんな承認してる。いやー、えりものお寿司もレベル高かった。大満足です。フランスはグルダが長くベンチにいます。その中でこの気をつけたいジョアネスのシュートも打ちます。今東堂選手がしっかり守りましたね。東堂が絡んで日本ボールをキープしました。日本女子バスケ決勝進出おめでとうございます。僕は明日4時起きなのでもう寝ます。おやすみなさい。北海道えりも町えりも岬からグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。